今夜は S ということで、久しぶりにピエロ S 取れましたということでね、解説していきましょう。いや、なんだかんだね、ピエロ S 取るのね、久しぶりっていうね。いやー、ピエロ強化入ってから、かなり認知も上がってね、大変でした。けどね、かなりね、普通に、楽しくね、S バッチ取れたということでね、解説していきましょう。いや、どうせならね、配信したかったんだけどね、ピエロ S チャレンジみたいな感じで。けどね、やっぱ配信せずに終わっちゃったのがちょっと悲しかったねってことで、まあでも、これからちょくちょく配信していきますのでね、ぜひとも来てくれると嬉しいです。はい。結果はね、7位でした。まあでも、かっこいいよね、7って。やっぱ7って数字見るとね、うずくよね。ってことで、どうしよう。まずは小屋にいるポストマン多いです。はい。でも鬼没も溜まったんで、もうここはダッシュして鬼没でもいいからダウン取りましょうって感じです。けど、もうここら辺鬼没打つの難しくて、どうしよう。いやなんか、打ったらここら辺で打ったらなんか、なんか光りそう。どうしよう、どこで打つって感じで、ここで長押し鬼没と。ピエロやってて、長押し鬼没めちゃくちゃ大切だね。長押し鬼没ができるかできないかで、その試合が勝つか負けるかみたいなのがね、かなりあったから、この長押しスライド鬼没っていうのはね、マジで覚えておいて損はないと思います。ドライブ中に長押しして、鬼没を使うっていうのがあるんだけど、本当に強かったね。で、ここ墓守が救助来て、で、はい、犬が強いね。これダブルダウン取りに行こうとしたんだけど、やっぱりこの墓守のね、潜るスピードが速いのと、ポストマンの犬のせいでね、ダブルダウン取れなかったで、ここはダウンと。あと、最近、観客効果っていうさ、サバイバー誰かが椅子に釣られてる時に、残り暗号機が4台か5台だったら、解読速度が 12% アップするっていうやつがあるんだけど、それをさ、使われてめっちゃ解読される時があるんだけど、マジで辛いんだよね、あれ。なんか、今1台目2台目のどっちかの暗号機を 99% とか寸止めにしといて、他の暗号機行って、観客効果を生かした立ち回りみたいなのがあるんだけど、あれされるとめっちゃ解読早くて、正直この試合どうやったら勝てるんってね、見返しても分かんない試合が多くてね、ちょっと苦しいね。マジで今ね、きつい。で、このケバブもね、かなりきついね。観客効果もきついし、融合もきついし、で、もう、悲しいですということで、ここダウン取れればよかったんだけど、マジでもったいない。ここは犬よけしなかったのがね、本当にもったいないね。今の環境も常に勝ち続けているハンターがね、ハンター戦の方々はマジですごいと思います。でもどっちなんだろうね。サバ環境、ハンター環境の話はね、あんまり俺はしたくないんだけど、なんか賛否両論あるじゃん、あれって。サバ戦はハンター環境だって言って、ハンター戦はサバ環境ってどうしても言いたくなるじゃん。だからね、難しい話なんだけど、やっぱり融合と観客効果は強すぎる。あれは本当に嫌だ。そして墓守の壁がもう嫌すぎる。ここポストマン追い切って、ギリギリダウン取れればワンチャンあったかもしれないけど、十字も粘着来てるんで、ここは飛びます。はい。で、暗号機守りです。心理学者が回してる場所以外新規なんで、とりあえずここは心理のダウン取りましょうってことで、もう全力心理追いです。心理は、もうね、ピエロに対するね、対抗手段がないんで、もうとにかく、突っ込めば OK。で、ここは、釣らないかな？釣らずにダウン放置で、ポストマンをね、探しに行ってる。ここでポストマン見つけてしまえば、いい感じにダウン取って飛ばせてみたいなのできるかなと思ったけど、ポストマンがどこにもいないっていうね。これ重々で、あれポストマンどこやろうなーってドライブしてもどこにもいない。どこにもいない。さすがに、ここでポストマンひょこって出てくれるほどあれじゃないと思うんで、ここは暗号機戻って、墓守をダウン取りに行こうかなーって感じで、はい、OK、ギリギリこれが間に合うと。で、俺ここ墓守起死回生入ったと思ってるんで、
ダウン放置するかなと思ったけど、これしないね。これは揺れてる、一番回ってる暗号機に寄せられたんで、寄せていくって感じかな。で、ここ心理学者が、ポストマンに感情転移で、やったんだよ。感情転移やって、自分はダウンで、ジュジュが回復っていうね。で、ここマジで5割越させたい。ここ本当に5割越させたい。ここ5割超えるか超えないかでマジで変わるって感じで、もう剣道、OK、これで5割超えたってことで、墓守、これ、人格はこんな感じです。やっぱジュジュがいるから、スタン耐性の人格をかなりね、多く振ってるね。でフラホで消されちゃう。板割って、ダッシュ墓守をダウン取りたい。君じゃない。墓守待ってって感じで、いや、これ、かなりギリギリだったね。これもしかしてさ、普通に4割救助されてたら、上がってたね。もし4割救助されてたら、これどうするのが正解だったかな。心理学者も起死回入ってるんで、4割救助されたら2人ともダウン取って即瞬間が正解だったのかな。で、ここからどうやるんだって思ったんですけれども、やっぱりここはね、呪術師追ったらもう必ずダッシュ止められちゃうんで、ジュジュは追わずに追っていくと。ジュジュは追わずにね、追っていくのが正解なんですよ。ってことで、ジュジュダウン取って、で、瞬間して、で、心理学者が回してるのが見えたんで、心理学者をダウンと。で、心理学者は、起死回生を吐いているんですよ、なんと。なので、ここは心理学者ダウン放置で、ジュジュもね、近くにいるんで、ジュジュを心理学者の近くに釣って、ポストマンが来たとしても起こされないようにしたいねって感じで、ジュジュを心理学者に寄せて釣ります。はい。これポストマン来ちゃうと、結局起死回吐かせたってなっても、心理学者起きちゃうんで、起こされちゃうんで、寄せるように釣って、ポストマンがね、ここの盤面は必ずポストマンを起こしに来るんで、心理学者のこと。絶対に起こさせないぞって感じで、こっちの方に来たんだけど、もうポストマンがね、それを察知して、もう来てるっていうね、早かったね。で、ここは、一番されたくないのが、心理学者を起こされることなんで、ここは仕方なく呪術師だとしても俺は呪術を追いに行ってます。で、これが入っちゃうのがピエロの強さなんですと。いやー、今の入ったのでかすぎるね。で、ここで心理学者はね、持ち上げます。はい。ポストマンいたら嫌なんで、心理学者を持ち上げて、呪術の近くに持ってきて、下ろす。はい。これやってしまえばね、ポストマンが起こしに来るとか、這いずってゲートに行くとかもできないんで、とりあえず持ち上げて、寄せるっていう。俺ここ焦ったんだよね。あれもしかしてこれハッチあるって思ったけど、ハッチなかったね。マジで試合中にハッチの場所を覚えるの苦手で、いっつもハッチどこだっけっていっつもなるから、もう試合の最後ね、ハッチ覚えるのは大切だなって思います。はい。いや、今の環境、ピエロはね、かなり強いキャラなんだけど、いろいろね、難しいなーっていうのをね、感じるね。まだ俺もね、どんどん上手くなりたいなと思ってるんでね、もっと頑張っていきます。ということでね、これで心理学者を、出血死させて勝ちということで、今回はピエロ S 取れた報告でしたよ。普通に嬉しかったね。では、またね。